皆さん、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日は、ずんだもんの生まれ故郷でもある、日本について深掘りしていくのだ。ねえねえ、知ってたのだ。実は、日本の英語名、ジャパンって、日本語の日本が直接伝わったんじゃなくて、昔の中国語で、日本国を読んだ音、ジパングがヨーロッパに伝わって生まれた言葉らしいのだ。不思議な歴史があるのだね。今日はそんな日本からとっておきのニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。権力闘争に明け暮れる日本の政党、足元を見よという記事なんだけど、日本の政治家さんたちが首相選びや連立政権の話し合いでヒートアップしてる裏側で、大事な支持者さんたちの意見を忘れちゃいけないってことを教えてくれるのだ。特に初の女性首相を目指す高市早苗さんがたくさんの応援を受けている例を挙げながら、どんなに権力争いが激しくても支えてくれる人たちの気持ちを大切にすることがどれだけ大事か、ずんだもんを考えさせられたのだ。これは見逃せないニュースなのだ。ぜひこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もお願いするのだ。さあ、一緒に日本のニュースをじっくり見ていくのだ。日本は太平洋に浮かぶ島国なのだ。首都は賑やかな東京で約 1.2 億人が暮らしているのだ。独自の文化を育んできた歴史があり、現在は立憲君主制の民主主義国家なのだ。自動車、電子機器などの先端技術が有名だけど、アニメ、漫画、ポップといったポップカルチャーも世界中で人気なのだ。和食や伝統芸能も日本の誇れる文化なのだ。最近は観光業の回復や AI などの技術開発、環境問題への取り組みが注目されているのだ。伝統と革新が共存する魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。自民、維新、連立政権樹立へ調整大詰めという記事なのだ。自民党と日本維新の会が連立政権を組むために最後の話し合いをしているのだ。早ければ来週にも自民党総裁の高市早苗さんが新しい首相になるべく調整を進めているのだ。両党は日本の福祉党を作る話や社会保障制度を良くする改革、それに政治資金のルールを見直すことなど、いろんなことを話し合っているのだ。この2つの政党が協力するのは、政策が似ているだけじゃないのだ。イデオロギー的な考え方も共通しているからなのだ。日本維新の会には、もともと自民党にいた人たちもいるので、協力関係が深まるのだ。2つ目のニュースなのだ。権力闘争に明け暮れる日本の政党、足元を見よという記事なのだ。日本の政党は首相選びや連立政権の話し合いが白熱しているけれど、肝心なのは支持してくれる人たちの意見を忘れないことなのだ。自民党や大きな野党は何かを決める前に支持者の政策や考え方をしっかり考えるべきなのだ。特に初の女性首相を目指す高市早苗さんは、麻生副総裁や亡くなった安倍元首相の派閥のリーダーたちからの応援が総裁選に勝つためにとっても大事だったのだ。他には保守的な団体、日本会議からの支援も受けていて、高市さんはその関連グループの副会長もしているのだ。だからどんなに権力争いが激しくても支えてくれる人たちの気持ちを大切にしないとダメなのだ。3つ目のニュースなのだ。世論調査 43.8% が高市内閣を支持の構えという記事なのだ。自民党の高市早苗さんがもし首相になったら、新しくできる内閣を支持する人が 43.8% もいることが時事通信の世論調査で分かったのだ。これは支持しないと答えた 23% を大きく上回っているのだ。ただ 33.3% の人はわからないと答えたのだ。もし高市さんが日本で初めての女性首相になったら、その内閣の支持率は
今の石破内閣の 28% よりずっと高いのだ。それに、前の岸田内閣が始まった時の 40.3% よりも高い数字なのだ。みんな、高市内閣にかなり期待しているのかもしれないのだ。伝統と革新が共存する魅力あふれる日本。今、高市新首相と自民、維新の連立政権という大きな政治の動きがあるのだ。高い支持率は期待の証だけど、権力闘争だけでなく、国民の声に真摯に耳を傾けることが大事なのだ。日本の未来に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。